こんにちは。日本語ポッドキャストへようこそ。あゆみです。いつも聞いてくれてありがとうございます。ケンです。ケンさん、突然ですけど、麺類は好きですか？もちろんです。日本人で麺が嫌いな人は少ないと思いますよ。ですよね。私も麺が大好きです。あゆみさんは何が一番好きですか？私はうどんです。太くてもちもちした食感がたまらないです。いいですね。僕はそば派ですね。えー、そばですか？はい。さっぱりした味が好きなんです。でもケンさん、うどんとそばって見た目以外に何が違うんですか？実はかなりたくさんの違いがあるんですよ。そうなんですか？はい。今日はうどんとそばの違いについて詳しく話しましょう。やったー、楽しみです。まず、一番大きな違いは原料です。原料って何ですか？食べ物を作るための材料のことです。ああ、英語で言うとイングリディエントですね。そうです。うどんは小麦粉から作ります。小麦粉はパンやケーキにも使いますよね。はい、そうです。だから、うどんは白い色をしているんです。なるほど。じゃあ、そばは？そばはそば粉から作ります。そば粉？はい、そばという植物の実を粉にしたものです。かからそばって呼ぶんですね。そうなんです。そば粉は茶色っぽい色をしています。だからそばの麺は少し灰色っぽいんですか？その通りです。色を見ればすぐに見分けられますね。うどんは白、そばは灰色。簡単ですね。次に、食感の違いについて話しましょ食感。英語ではテクスチャーですよね。う。はい、うどんの食感はもちもちです。もちもち、大好きな言葉です。太くて柔らかくて噛むと弾力がありますよね。お餅みたいな感じですよね。そうですね。一方、そばの食感はツルツルです。つるつる？はい、細くて口の中を滑るような感じです。なるほど。喉越しがいいってことですか？はい、まさにそうです。喉越しはとても大事なポイントです。喉越しって面白い言葉ですね。喉を通る感覚のことですか？その通りです。そばは特に喉越しを楽しむ食べ物なんです。だからそばは早く食べる人が多いんですか？はい、そばはあまり噛まないでつるっと食べるのが粋な食べ方です。粋って何ですか？粋はかっこいい、おしゃれという意味の日本語です。そばを早く食べるのが粋なんですね。かっこいい。ちなみにそばを食べるときは音を立ててもいいんですよ。え、本当ですか？はい。ずずーっと音を立てて食べるのが日本式です。外国では音を立てて食べるのはマナー違反ですよね。そうですね。でも日本ではそばやうどんは音を立てて食べて OK です。面白い文化の違いですね。さて、次はつゆの違いです。つゆ？スープのことですか？はい。麺を食べる時のスープやタレのことをつゆと言います。うどんとそばでつゆが違うんですか？実は地域によっても違うんですが、基本的に違います。どう違うんですか？うどんのつゆは昆布だしが多いです。色が薄くて優しい味です。関西風ですね。はい。特に関西ではそうですね。透明に近い色のつゆです。じゃあ、そばのつゆは？そばのつゆはかつおだしが多いです。色が濃くて味もしっかりしています。関東風ですね。東京のそばは確かに色が濃いです。そうなんです。東京の人はそばが好きで、大阪の人はうどんが好き。そんなイメージがありますよね。これは昔からの食文化の違いなんです。ケンさんは東京出身だからそば派なんですね。バレましたか？次は何の違いですか？食べ方の違いについて話しましょう。食べ方も違うんですか？はい。まずうどんの有名な食べ方を紹介します。お願いします。かけうどんは
温かいつゆに麺が入ったシンプルなうどんです。一番基本的なうどんですね。きつねうどんは甘く煮た油揚げが乗ったうどんです。油揚げって豆腐を揚げたものですよね。甘くて美味しいですよね。釜揚げうどんは茹でたうどんをそのまま温かいつゆにつけて食べます。もちもち感が一番感じられそうですね。そして夏に人気なのが冷やしうどんです。暑い日には最高ですよね。一方、そばの食べ方も紹介しますね。はい。ざるそばは冷たいそばを竹のざるに盛ってつゆにつけて食べます。夏の定番ですね。かけそばは温かいつゆに入ったそばです。うどんと同じ名前ですね。天ぷらそばはエビや野菜の天ぷらが乗ったそばです。美味しそう。天ぷらとそばの組み合わせは最高ですよね。そして大晦日に食べる年越しそばもあります。年越しそば、12月31日に食べますよね。はい。長いそばのように長生きできるようにという願いを込めて食べるんです。素敵な文化ですね。うどんじゃなくてそばなのはなぜですか？そばは切れやすいので、一年の悪いことを断ち切るという意味もあるんです。なるほど、深い意味があるんですね。次に、うどんとそばの有名な産地を紹介しましょう。産地、どこで作っているかということですか？はい。うどんで一番有名なのは讃岐うどんです。讃岐うどん、聞いたことがあります。香川県で作られるうどんで、コシが強いのが特徴です。コシって何ですか？コシは麺の弾力のことです。噛んだ時にしっかり押し返してくる感じ。香川県の人はうどんをたくさん食べるんですよね。はい。香川県はうどん県と呼ばれるくらいうどんが有名です。うどん県、面白い名前ですね。他にも秋田県の稲庭うどんは細くて滑らかなうどんです。うどんなのに細いんですか？はい。普通のうどんより細くてつるっとした食感です。へえ、いろいろな種類があるんですね。そばの有名な産地は長野県の信州そばです。信州そばは有名ですよね。長野県は山が多くて水がきれいなので美味しいそばができるんです。そばを作るにはきれいな水が大事なんですか？はい、とても大事です。水の質がそばの味を決めると言われています。他にはどこが有名ですか？東京の深大寺そばや山形県の板そばも有名です。日本全国にいろいろなうどんとそばがあるんですね。そうなんです。旅行に行ったらその土地の麺を食べてみてください。それは素敵なアドバイスですね。さて、最後に栄養の違いも少し話しましょう。栄養も違うんですか？はい。そばにはルチンという栄養素が含まれています。ルチン。ルチンは血管を丈夫にする効果があると言われています。健康にいいんですね。うどんは消化がいいので体調が悪い時におすすめです。風邪をひいた時にうどんを食べる人が多いですよね。はい。柔らかくて温かいうどんはお腹に優しいんです。じゃあまとめましょうか。はい。おさらいしましょうどんは小麦粉で作る。白い。もちもち。う。そばはそば粉で作る。灰色っこい。つるつる。うどんは関西で人気。そばは関東で人気。食べるときは音を立てて OK。年越しそばは12月31日に食べる。うどんは消化がいい。そばは栄養がある。たくさんの違いがありましたね。皆さんはうどんとそばどちらが好きですか？ぜひコメントで教えてください。日本に来たら両方食べてみてくださいね。きっとどちらも美味しいと思いますよ。今日はうどんとそばの違いについてお話ししました。聞いてくれてありがとうございます。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。さようなら。